皆さんこんにちは、ゆいです。今日も私たちの日常の会話を聞いて楽しく日本語を勉強していきましょう。こんにちは、あきらです。このポッドキャストでは友達同士のリラックスした会話をお届けしています。ねえ、あきら、今日から少し私の雰囲気を変えてみようかなって思ってるんだけど、どうかな？急にどうしたの？なんか声がいつもより少し高くておとなしい気がするけど。あ、バレた？実は今日のテーマに関係があるの。今日のテーマ？なるほどね。それでそんな演技をしてたのか。うん。今日のトピックは、好きな人の前で性格は変わる？だよ。なるほど。好きな人の前だと話し方とか雰囲気がいつもと違ってしまうってことね。そうそう。さっきの私みたいに少しでも可愛く見られたいから優しくなったり静かになったりする人って多いと思うんだよね。確かに、そういう話はよく聞くよね。でも、ゆいのさっきの裏声はちょっと不自然だったよ。もうそれは言わないでよ。ちょっと大げさにやってみただけなんだから。わかったわかった。でもこのテーマは結構意見が分かれそうだね。そうだね。アキラはどう思う？好きな人の前だと性格って変わると思う？俺はね、変わらない方がいいと思ってるタイプかな。今日はそのあたりの話をゆっくりしていこうか。私はね、好きな人の前で性格が変わるのは全然普通のことだと思うの。普通のこと？どうしてそう思うの？だって好きな人の前では少しでも自分をよく見せたいじゃない？嫌われたくないし、いい印象を残したいって思うのは当たり前だよ。まあ、よく見せたいっていう気持ちはわかるよ。でも、それで性格まで変わっちゃうの？変わるよ。例えば、普段はよく喋るのに、相手の前だと緊張して静かになっちゃったりとか。なるほど。それは意図的に変えているというより、緊張して自然に変わってしまうっていう感じかな。そういうのもあるし、意識して変える部分もあると思う。女の子だったら言葉遣いを普段より丁寧にしたりね。へえ、言葉遣いまで変えるんだ。男からするとちょっと驚きかも。本当？でも、アキラだって、もしすごく素敵な女性が目の前にいたら、少し格好つけたり背伸びしたりしない？確かに少しカッコつけたくなる気持ちはあるね。頼りになる男だと思われたいみたいな。ほら、それだって同じだよ。相手に合わせたり、いい自分を演じたりするのは一種の愛情表現だと思うな。愛情表現か。ゆいはそうやって相手のために自分を合わせるのが好きってことなんだね。好きっていうか、自然とそうしたくなっちゃうの。だって最初から素の自分を全部出して惹かれちゃったら悲しいじゃない？惹かれるのが怖いっていう不安から少し自分を作ってしまうんだね。じゃあ、具体的にどんなポイントが一番変わりやすいと思う？やっぱり話し方とか声のトーンかな。あとは服装も変わるよね。服装。いつもはカジュアルなのに急にワンピースを着るようになったりとか？そうそう。相手の好みに合わせて少しでも可愛く見える服を選んだりするの。あとはメッセージの返信速度とか？返信速度ね。わざと少し遅らせて駆け引きする人もいるよね。アキラ詳しいね。私は駆け引きっていうよりなんて返信しようか迷って結果的に遅くなっちゃう方が多いかな。なるほど。慎重になるってことか。でもさ、それって男の立場からするとちょっと見抜くのが難しいこともあるんだよね。え、どうして？だって、それがその人の本当の性格なのか、好きな人の前だから作っている性格なのか、最初はわからないじゃない。確かに。でも友達からあの子彼氏の前だと全然違うよって言われる人結構いるよね。
そうそう。俺、そういう話を聞くと、ちょっと怖いなって思うんだよね。本当の姿はどっちなんだろうって。怖いって言わないでよ。どっちも本当の姿だよ。ただ好きな人の前だけの特別なスイッチが入るの。特別なスイッチね。じゃあ、ゆいも今誰か好きな人がいたら、声がもっと甘くなったりするわけだ。え、何を急に。私だって本当に好きな人の前だったらもっとおとなしくて可愛い女の子になってるかもよ。今の話し方だと全然想像できないな。でも、そういう変化を見るのは面白いかもしれないね。でもさ、俺はやっぱり無理して性格を変えるのはあまり良くないと思うんだよね。どうして？いい印象を持ってもらうための努力なんだからいいことじゃない？努力なのはわかるよ。でも無理して別の性格を演じると、後で自分がすごく疲れると思うんだ。疲れるか。そう。デートのたびにおとなしい女の子を演じてたらリラックスできないじゃない。それはそうかも。家に帰った途端にどーっと疲れが出ちゃうことはあるかもしれないね。それに、長く付き合うことを考えたら、最初から自然体でいられる関係の方が絶対に長続きすると思うんだよね。アキラの言うこともわかるよ。でも、最初から自然体って逆に難しくない？難しいかな。俺はそんなに深く考えずに普段通りに接するけど。それはアキラが男の人だからかもしれないよ。それに、もし私の素の性格がすごくガサツだったら、最初からそれを見てたら嫌われちゃうでしょ？ガサツって自分で言うんだ。例え話だよ。でも、そういうマイナスな部分を最初は隠したいって思うのは、相手を大切に思ってる証拠だとも思うの。なるほどね。マイナス面を隠すためのフィルターみたいなものか。そう。綺麗なフィルターをかけて少しでも素敵な自分を見せたいの。でもさ、そのフィルターっていつかは外れる時が来るよね。ずっとおとなしい性格を作っていたとしても、付き合いが長くなれば絶対に素の自分が出る瞬間があるじゃない？それはそうね。いつまでも完璧に演じ続けることはできないよ。その素の自分が出た時に、相手はどう思うかな。あれ？思っていた性格と違うってがっかりされない？それは痛いところ疲れたかも。確かに最初のイメージと違いすぎると驚かれちゃうことはあるよね。でしょ？だから俺は作られた自分はいずれバレるし、その時のギャップが悪い方向に働くのが怖いと思うんだ。でもさ、ギャップが必ずしも悪いことだとは限らないよ。良いギャップもあるってこと？そう。例えば、最初はすごくおとなしいと思っていた女の子が、実はすごくよく笑って冗談も言う子だったとか。なるほど。それは意外と話しやすくて楽しいなってプラスになるギャップだね。でしょ？だから最初は少しフィルターをかけていても、少しずつ本当の自分を見せていけばいいの。少しずつ素を見せていくか。まあ、急に全く違う人になるわけじゃなければ受け入れられるかもね。完全に別人を演じるのはダメだけど、好きな人の前で良い部分を強調するくらいなら許されるんじゃないかな。良い部分を強調する。それなら俺も納得できるかも。努力することは否定しないよ。よかった。アキラに分かってもらえてちょっと安心した。でも、結局のところ、理想的なのは、お互いが完全に自然体でいられる関係だよね。それは間違いないね。いつまでも気を使い続けるのはやっぱり疲れちゃうから。最初は少しいい自分を見せようと努力しても、時間が経つにつれて、本当の自分を受け入れてもらう。そうそう。弱いところとかダメなところも見せ合える関係になれたら一番幸せだと思うな。そういう相手を見つけるのが恋愛の一番難しいところかもしれないけどね。ほんとだね。だから最初は少し背伸びをしてでも
相手との距離を縮めたいって思うんじゃないかな。距離を縮めるためのきっかけとしての努力なら、全然ありだね。俺も少し考え方が変わったかも。本当？じゃあ、アキラも好きな女の子ができたら、少しは頑張ってカッコつけてみる？まあ、最低限の身だしなみを気にしたり、ちょっと優しい言葉をかけたりはすると思うよ。もともと優しいけどさ。自分で言うんだ。でも、そういう小さな変化に気づいてくれる人がいたら嬉しいよね。そうだね。あれ？今日なんか雰囲気違うねって言われたら、やっぱりドキッとするかもしれない。だから、性格が変わるっていうのは、あなたのためによく見られたいっていうメッセージでもあるんだと思うな。なるほど。ポジティブなメッセージとして受け取ればいいんだね。それはすごくいい考え方だと思う。でしょ？だからもし次に私が急におとなしくなったら優しく見守ってね。でもさ、ゆいって俺の前では全然性格変わらないよね。最初から今までずっと自然体というか。どうしたの？いや、それは、アキラとはもう長い付き合いだし、友達だからだよ。そう？でも、もしかしたら、俺の前でだけ見せている素の顔があるのかなって思ったりして。ちょっと、からかわないでよ。でも、もしかしたら、少しは気を許してる部分はあるかもね。全然そんな風に見えないけどね。いつも言いたいこと言って元気いっぱいじゃない。もう、アキラってば本当に鈍感なんだから、私がどれだけ気を使ってると思ってるの？ごめん。でも、俺は今のゆいのままで十分話しやすいし、楽しいと思ってるよ。そう言われると、なんだか照れちゃうな。じゃあ、これからも、アキラの前ではこのままでいようかな。それが一番いいよ。無理して静かな女の子にならなくていいからさ。わかった。でも、たまにはワンピース着てきても驚かないでよね。その時はちゃんと似合ってるねっていうように努力するよ。期待してるね。というわけで今日は好きな人の前で性格は変わるというテーマで話してきました。少しでもよく見られたいという努力も素敵だけど、最終的には自然体でいられるのが一番いいよね、という結論になりました。皆さんはどうですか？好きな人の前だとやっぱり少し性格や態度が変わってしまいますか？それとも最初からずっと自然体でいられますか？ぜひ皆さんの経験や意見も聞いてみたいです。ぜひコメント欄で教えてくださいね。そして今日私たちが話した会話のスクリプトはコメント欄の一番上に固定してあります。聞き取れなかった部分や気になった表現があったら、ぜひそのスクリプトを見ながら復習してみてください。この動画が少しでも役に立った、面白かったと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんの応援が私たちの励みになります。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。最後まで聞いてくれてありがとうございました。バイバーイ。